S ダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 S ダーツアンバサダーの坂口郁恵です。本日は私の新モデルエンプレチュ3のご紹介と Twitter で募集した質問に答えていきたいと思います。それではどうぞ。はい、質問コーナーパチパチ。はい、S ダーツさんの公式ツイッターで募集した質問に答えていきたいと思います。たくさんの質問が届いたということで、皆様ありがとうございます。はい、それでは1問目です。渇望アットダーツさんからいただいた質問です。坂口選手のプレイ動画を見てかっこいいと憧れてダーツを始めた初心者です。この2ヶ月ほぼ毎日のように投げていますが、レーティング3の前半から全く成長しません。坂口選手のようなプロの方でも最初はそんな時期があったのでしょうか。そうですね、これは多分レーティング問わずみんなあると思います。レーティング3だからとか10だから17だからみんなあると思います私はもうレーティングを気にして練習しなかったので、気づいたらいい感じになってたっていう感じなので、レーティング気にしてもうまくならないと思います。私的にはそんな感じですはい、続いて2問目、2つ目の質問です。 VR ゲームアットマークちさんちダーツ始めましたさんからいただいた質問です。いつも応援しております。坂口選手はいつもおしゃれでかっこいいネクタイをしているのですが、何種類くらいのネクタイを持っているのでしょうか。また重要な試合の時につける勝負ネクタイなどがあるのか知りたいですとのことなんですけど、まず、重要な試合の時につける勝負ネクタイはないです。ユニフォームの色に合わせてネクタイ、デザインとか色に合わせてネクタイをつけてるので、大体試合って大体全部重要なんですけど特にその勝負ネクタイがある感じではないですね。何種類のネクタイもユニフォームの数というかであるから、それでも3本4本ぐらいだと思います。来年の来季何にしようかなって考えてますお楽しみにはい、3つ目の質問に行きたいと思います。ひこくりちゃんアットマーク天空橋智香 P さんからいただいた質問です。坂口選手にお聞きしたいのですが、ダーツに触れ大会に出るようになったきっかけは何ですか。I'm your 台湾ファン。坂口選手最高ということでありがとうございますダーツに触れ大会に出るようになったきっかけは同い年くらいのそのダーツをする人たちに出会ってからですかね。最初ダーツ始めて3年ぐらいはその大会、その一般の大会があるってこと知らなくて、で当時アンダー19とかアンダー22っていうのがあったんですけど、その大会にみんなが出る、アンダー19にみんな出るってなってって、何それってなっ
て、もう一番最後のアンダー19に初めて出たのが多分一番大きい大会ですね。きっかけはだから同い年くらいの子たちと投げるようになってからっていう感じですね。はい、続いて4つ目の質問です。一夜さんからいただいた質問です。いつも応援しています。サインを書く際、星をいつも書かれますが、この星って何かの意味があるのでしょうか、ということで、そうですね星を入れるのは、単純に星が好きなのもあるんですけど、私安倍晴明様がすごく好きで京都にある晴明神社ってところがあるんですけど、もうすごいたくさん五芒星があるんですよ。なんか星はもともと好きだから星入れようって思ってて、この辺出てきてくれるのかな、私のサインが、この最初のこの丸っていうかなんか U にみんな見えるって言うんですけど、これ私、丸をこうおしゃれに描いてるつもりなんですよ。前にというか、未だに言われるんですけど、私なんか顔が丸いってよく言われてて、なんかお姉ちゃんとかにもなんか縦と横の長さ変わんなそうだよねみたいなこと言われるぐらい顔がなんか丸いってすごいその昔から言われてて、であだ名というかなんかの一番最後カードネームとかにこう普通に丸のマークを入れてたんですけど、それも入れたいなと思って、で英語になると名前が逆になるじゃないですか。逆っていうか名字と名前が逆になるじゃないですか。私だったら雪江坂口になるのを、その雪江丸を逆にして丸雪江で好きな星を入れるみたいな感じになってるだけです以上です。はい、5つ目の質問です。マサーロさんからいただいた質問です。スローラインの端から投げるきっかけを教えてください。また真ん中から投げるとどんな感じになりますか、との質問なんですけど、スローラインの端から投げるようになったきっかけは、今のグリップになってからなんですけど、なんか投げる時にこうなんていうの、気持ちこうまっすぐっていうよりかは左側にこう手を持っていく癖があって、真ん中から投げてもなんかこう大体左上に外れることが多かったんですよ。でなんか気づいたらすごい右になってたっていう感じなので、きっかけっていうんですか、なんか気づいたらそうなってたっていう感じです。で真ん中から投げるとどんな感じになりますかっていうのはどんな感じって難しいですね。投げれなくはないです。実際そのダーツが刺さってる位置的にそこからだとちょっと微妙だなって思った時にこう立ち位置を変えて投げるんですけど、別に左からでも投げるし、それこそ真ん中からでも投げはするんですけど、右で投げてる時よりはあんまり気持ちよくは投げれないかなっていう感じですこんな感じで大丈夫ですかね。はい、6つ目の質問です。アジアンダーツさんからいただいた質問です。英語なんですけど、訳してもらえると嬉しいですとのことなので、日本語で答えていきたいと思います日本語で書くのは難しいので訳してもらえると嬉しいです。ゆきえさんが PDC ウィメンズシリーズでプレイするようになってから、海外での
人気はとても上がりました。それをどう感じていますか？また2023年にはもっと海外のトーナメントに出場するのでしょうか？という質問なんですけど、それをどう感じてるか、自分が海外で人気になりだしたことをどう感じてるかって言われると、正直わからないです。難しいな。何も感じてないわけではないんですけど、どう感じてるかって言われると、海外の選手も見てくれてるんだ、海外の人も注目してくれるようになってるんだなぐらいの感じです。で、2023年はワールドも始まるのかな。ワールドとあと PDC アジアも始まるんですけど、スケジュールと合えば出たいなとは思っています。日本の試合も出ながら優先順位を決めて出ていこうかなとは思っています。応援お願いします。はい、以上になります。たくさんの質問ありがとうございました。また、S ダースさんの公式ツイッターの方で質問を募集することがあると思うので、その時はまたよろしくお願いします。はい、今回販売されるエンプレッチュ3について紹介していきたいと思います。通常版と S ダーズ限定版の2種類で、スペックの方が、2BA 両方とも 2BA で、全長が 42mm、最大径が 7.4mm と、重量が 18g になっております。はい、通常版がこちらですね、シルバーで、S ダーズ限定版はこちらのブルーコーティングにで、私の安定の大好きな青がバレルにもパッケージにも入っているので、ぜひよろしくお願いします。一番こだわった、だいたい全部こだわった、全部だいたいちょっと変わっ、本当にちょっとだけ全部変わったんですけど、こだわった長さもそうだし、重さも細さも、なんか2のあとしばらくちょっと気になってた。全体的に多分スティールを投げる回数が増えたからだとは思うんですけど、もう少し長くてもいいんじゃないかなとか、もう少し軽くてもいいんじゃないかなとか、そうなんですよね。どこを一番こだわったかとかはないんですけど、カットもそうだし、細さと長さは割と前よりは結構2の時よりはすごいこだわった感じはしますね。前は重さだけすごい気になってたんですけど、長さと重さ、長さと太さかなは多分すごいこだわったんじゃないかなって思います。カットは少しだけ長くなった分、センター部分にこうリングカットを少し入れたのと、あとデザインカット、私がめちゃめちゃ大好きなゼルダのトライフォースを入れられるんじゃないかと思って入れてもらったんですよね。
感じです。これもこだわったところ。現在のセッティングは長さとかは特に変わってないんですけど、ライトは変わったのかな。ライトは私のバージョン2、死神がお菓子を食べてお腹にいっぱいになってるやつと、シャフトが、ストレートノーマルのロックのミルキーホワイト、260と、チップが普通のリップポイント白、基本白です。リップはちょっと長くなったんですけど、持つ位置は変わってない。ここなのは変わらず、この位置というか、カットには絶対親指の上にカットが全部あるっていうのは変わらず、こっちの多分長さが少し前よりは出たんじゃないかなっていう感じですね。こんな感じです。こんな感じです。はい、皆さんもここまでいかがでしたでしょうか。オンラインショッピングをご希望の方は、動画の説明欄に S ダスさんのリンクが貼っておりますので、そちらからぜひチェックしてください。
また、選手クーポンを使うとお得にお買い物ができますので、ぜひ私の2Kゼロを使ってご購入ください。また S ダーツの実店舗である池袋店と錦糸町店と、台湾にある台北店では、試し投げが可能なので、ぜひここ行くまで指導してみてください。動画の高評価と、チャンネル登録と温かいコメント下の方ぜひよろしくお願いいたします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。以上 S ダーツアンバサダーの坂口幸恵がお送りいたしました。バイバイ。よろしくね。